回はですね、こちらのね材料を使ってネギとじゃがいものサクサクチーズ焼き作っていきたいと思います。はい、今回もねとっても簡単な料理なんで、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。じゃあまずはね食材のカットから入ろうと思うんですけども、ネギですね。これ水洗いしたネギ、もうここの一番ね先端のところだけは食べずに、これぐらいかな、1センチないぐらいの幅にカット、少し食べ応えがある感じ、これぐらいかな、これぐらいの大きさにカットしてください。で今回はね普通さ白い部分もだけだったりするんだけど、今回は青い部分も、色味があってね綺麗だっていうのもあるんですけど、普通に美味しく食べられるんで、そちらも一緒にね使います。めちゃくちゃ美味しいから、多少ねもう厚さがね微妙でも大丈夫ですよ。これぐらい火が通りやすいですからね。もう適当に。ただあんまり細すぎちゃうと食感が楽しめなくなるんで、ほんの少し厚めがいいかなと個人的には思います。だからなんかよく薬味に入ってたりするあんなちっちゃいとちょっと食べ応えがないんで、小さいお子さんがいて青い部分が苦手だっていう小さいお子さんもいると思うんで、そういう場合は抜いちゃって大丈夫です。これでネギは OK で、続いてこちらじゃがいも、皮と芽取っていきます。じゃがいもですね、こんな感じで皮むいて芽も取れたらサイコロ状にですねカットしていきます。多少ね皮とか残ってても食べられるもんなんで、そんなにね気にしないでも大丈夫ですよ。ちゃんと洗ってあれば。じゃあいきます。一番ねじゃがいもが今回の料理では火が通りづらいんで、そこだけねあんまり大きすぎちゃうとダメなんですけど、ただちっちゃいと食べ応えもないんで、こんな感じ、これぐらいの大きさでカットしてあげてください、サイコロ状に。では最後、しいたけのカットに入ります。しいたけは4つ使うかな。でいつも言ってるんですけど、きのこはね水洗い必要ないんで、気になる汚れがある場合はそこだけティッシュとかで拭き取ってください。これすごい先っちょに石突き取ってあるんで、このまま使えますね。これもね適当でいいですよ。食べやすい大きさに、結構適当、本当にこんぐらいの適当な、だからじゃがいもと同じぐらいかなみたいな大きさに切ってくれれば OK です。石突きのところだけ外して、こんなか4等分にして、その後こんな感じかな。はい、これで包丁を使う作業は以上なんで、次生地作りいきます。では生地作りいきます。まずはね小麦粉、こちらをね大さじ8入れます。2、3、4、5、6、7ぐらいにしときます。7にしときます。7。はい、続いていつもとは違うんですけども、今回はねこちら米粉を使いたいと思います。代わりにね片栗粉でも全然大丈夫ですよ。はい、よく聞かれるんですけど、片栗粉とか入れると何が違うんですかって、サクサクになりやすいんですよね。2、3、4、5、6、7、こちらもね7入れます、同量。そしたら粉と粉を少しだけ混ぜといて、はい、ここに約100ですね、100ml の冷水入れてください。冷水、さらにここに塩を少々、で味付けに、白だし、こちらを小さじ2で、これがね鶏ガラスープとかねだしだとかでもいいんですけど、それによって、韓国風になったりとか中華風になったりとか味が変わるんで、どれでも美味しいです。で今回は和風寄りにしたいんで白だし使っていきたいと思います。
でさらにここは前回のこうちゃんの動画でも使ってると思うんですけど、マヨネーズ、こちらを大さじ1入れたいと思います。マヨネーズが苦手な方はここオリーブオイルだったりサラダ油、あとごま油でも OK です。これを大さじ1入れます。そしたらよくかき混ぜます。ごめんなさい、お水200にしてください。全然まだまだあれだったわ、硬かった。はい、これで生地出来上がりなんで、先ほどの具材全部入れて、これでまたさらに混ぜます。はい、こちらで種完成なので早速焼いていきたいと思います。では今回もですねスキレット使っていこうと思うんですけども、まずは熱してください。よく温めないとねひっついちゃうんで。でここにサラダ油を使おうかなと思います。ここもねさっきね言った通り中華風だったらごま油でもいいしオリーブオイルとかでも全然いいですよ。ちょっとたっぷりめの油で、僕たちの鉄鍋はすでにもう周りにも油がねちゃんと塗ってあるんであれなんですけども、初めて使う方は熱するちゃんとね横側にも油を塗ってあげた方がいいと思います。であとスキレット使う方はやけどだけはしないように気をつけてください。これねスキレットで焼くとねいい感じのね焼き目がついてねより美味しそうに見えるんですよね。で今回スキレット使ってるんですけども、普通にフライパンでも全然美味しくできるんで、フライパンしか持ってない方もぜひ真似してみてください。温め加減はねこれちょこっと入れてみてね、気泡が立つぐらい、少し種を取って触ってみると気泡がつくぐらい、まだもう少しかな。いい感じ。ちょっとザザザって音が出てるの分かるかな。この気泡がこれぐらいになったら OK です。そしたら2つとも中火にして種流し込んでいきたいと思います。でここでチーズも上にかけちゃいます。最初から混ぜてもいいんですけど、好きな方は、僕はね表面にね入ってる方が好きなんで、こんな感じで最初から中に入ってるのが好きな方は種を混ぜてる段階で入れてあげてください。そしたら、蓋をしてあげます。蓋をして約3分ほど焼きます。でね、なんで蓋をするかっていうと、じゃがいもにね火が通りにくいんで、そこだけねしっかり火通したいんで蓋をしています。蓋がない方はアルミ箔で上かぶせてあげるだけでも OK です。ではひっくり返してみたいと思います。ちょっとね表面がね早めにね焼けちゃってたんで2分ぐらいにしました。はい、じゃあひっくり返していきたいと思います。完璧ですね。綺麗に焼けるまで両面をいい感じに焼き色つけるだけです。めっちゃうまそう。やっぱね火の加減によってね焦げ色が違うからねあれなんですけど、見て分かる通りこっちはねもうちょっと焼きたいね。これでも十分美味しそうなんですけど、理想はこれぐらい焼き色つけたいですね。火力のね調整によってだいぶね時間も少し変わるんで、表面のね焦げ色だけ、焼き色だけは注意してあげてください。じゃあもう一回蓋しておきます。じゃあこっちも2分ぐらい経ったらちょっと見てみます。うわいきます。うわうまそう。ちょっと端っこが落ちたけど。で仕上げに軽く外口からごま油を
やってあげて、最後強火でカリッと。はい、これでネギとじゃがいものカリカリチーズ焼き出来上がりです。早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しそう。まずは乾杯。そうですね。で今回ね、僕焼いてる時にタレ作っとけばよかったんですけど、忘れててこうちゃんに作ってもらいました。なので一応概要欄にタレの作り方だけ載せとくんで、そちら参考してみてください。乾杯。これ超うまい。最高。じゃあこうちゃんいいっすか。はい。どう結構ね、取れやすくなってると思う。ザックザクなんだね。何もつけずに食べてみていい？何もつけずに食べても。じゃあちょっといただきます。じゃがいもすんごいじゃがでもネギうまい。食べていいですか？これはなんと表現したらいいんだろう。ちょっとじゃあいただきます。チヂミとグラタンの間じゃないけどさ、ホクホク感もあるんだけどさ、表面サクサクでさ、めっちゃ美味しいわ。うまい。超うまい。ちょっとタレつけてみていい？一応今回の概要欄にあるからしだれと、あと普通にポン酢を用意してます。はい。今回和風寄りにしてるんで、からしだれでいこうかな。やばい。うまい。めっちゃ合うわ。で本当に表面をカリカリに焼いてるから、ネギとかそのじゃがいもの表面はカリッとしてるんですよ。本当にカリカリで美味しいんですけど、中がねホクッとしたりとかもちっとしたりとかいろんな食感があるんで、めっちゃ食べ応えもあって美味しい。ポン酢うまい。ポン酢うまい。ポン酢うまい。うまい。おつまみに最強すぎで、あとやっぱね、フライパンでも全然 OK っていう、もちろん OK なんですけど、鉄鍋だとね冷めない。ずっと熱いねこれ。本当でもね、ホクホクなんだけどちょっともちっとしてるね。めっちゃ美味しいわ。チーズが香ばしい。クリスピーみたいになってるチーズがめっちゃうまい。半分食べれる？めっちゃ美味しかった。うまい。ということで本日はですね、ネギとじゃがいもの、ザクザクチーズ焼きを、作らせていただいたんですけども、もうね、まず食感だね。外側がザクザクしててめちゃくちゃ食感が美味しいっていうのと、外側にあるそのネギのサクサククリスピー感は本当に美味しい。で、なんだっけ、米粉も使ってるんで、そこもサクサクしやすい要因の一つなんかなと思います。米粉でだから中側はちょっともちっとしてる、そうなんだよね。それもあると思う。こうちゃんどうでした？食べ応えがめっちゃあるし、本当ね、表面がしっかり焦げ目がついててさ、ネギも香ばしくなってね、相当。そうだね。それが本当に決め手だと思うから、こういうスキレットとかがある場合はね、しっかり焦がしてあげてね。あと香ばしいで最後ね、ごま油もかけてるんですよ。いいね、いいね。それくらいの本当の香ばしさがね、マジで大事だと思う。はいっていう感じでございます。とても簡単にできるので、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。